盆栽からしたらもったいない。松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成園4代目北谷隆一です。早速今回のテーマは畑の盆栽の剪定です。この作業は盆栽農家としてする作業なので、これもやっぱり一般のご家庭ではあまりいいお手本ではないんですけども、盆栽になるまでのその作業の過程の一つをまた覗いていただけたらなと思ってご紹介いたします。はい、でもここにあるボサボサの盆栽なんですけども、これを切ってかなりスカスカにします。で早速とりあえず切っていってみます。だいたいてっぺんぐらいから切ってやって、徐々に視界を広げてやって下へ下へとこう螺旋状に切っていったら切りやすいですね。今ちょっと新芽も葉っぱも両方切りながらいってます。結構今あったかい時期なのでこれぐらいやっても大丈夫です。ちょっと秋なんかになってくるとあんまりきつく切りすぎると枝が傷むので、その時期にはほどほどに。結構適当に切ってる風に見えるかもわからんですけども、まあまあ考えてます。輪郭や枝と枝との間隔、棚の形など
これ今切ってる作業なんですけども、もうこの木も切り出してもうかなり時間が経ってるんですが、うちの園にこんなのがまだあと1000本2000本以上ありまして、だいたいもううちの仕事の大半がこの作業ですね。それを僕の父親と2人でやってるんですけども、なかなか大変です。このぐらいのサイズだと20分以内では終わるかなという感じですね。この畑の木なので、すぐに売るとかすぐにもう完全にきれいにするとかいうんじゃないので、できれば奥へ奥へとこう縮めるような剪定の仕方が大事となってきます。今ここにあったらきれいな枝だなと思う枝でも、奥に一目あれば一つ奥に入ってこうなるべく大きくしないように、もう畑に植わってるんでもう栄養が満点なので、ちょっとほっとくとすぐ大きくなります。なのでできれば枝はもう短くするような剪定の仕方がいいです。手前の方に芽が今たくさんついてるんですけど、中の方結構ちょっと芽がないような枝がたくさんあります。こういうところにプツッとたまに、盆栽用語で胴吹きっていうんですけども、そういう胴吹きをしてるとこがあれば、この長さよりかは奥に出ていれば奥に持っていくような、奥の芽にこうかかるというか、先の方の芽を切って奥の芽だけにするというか、そういう作業がこの畑の黒松の剪定、どの庭木の剪定でも共通しますけども、なるべく枝は短くした方がいいですね。でこの木も枝も斜め上に向かって出ていたりとか、斜め下に出て向いている枝もいろいろあります。だから針金なんかはねかけたらだいたい下に下げるような作業が多いんですけども、せっかくなんで針金をかけたような、ちょっと下に下げたような状態に枝を持っていけるならそうした方がいいですね。それはお庭なんか松の木とか生えてるお宅の方でも言えるんですけども、ここの枝は上の方に伸びてる方がいいなという場合は上の方に向けていってやって、ちょっと下の方下げたいなと思ったら下の芽とこう移していくというか、そういう作業を繰り返したら、ハサミの手入れだけで針金をかけたような状態に近づけることはできます。今触ってる木も針金一回もかかってません。でも枝のそういう配置とか角度なんかは畑のこのごつい栄養の中でも上手にいってる方かなと。基本ほっとくと木は上行くようになってますんで、なるべく切るときは斜め下に向かって切るぐらいの方がいいかもしれません。さっきも言いましたが、ご自宅の庭木なんかある方はこうやって葉っぱを切るのはあんまりはしない方がいいです。これ葉っぱ切ってるのは後で古葉を取るのに楽になるから、作業的に楽になるからっていうんでやってるだけで、一般のご家庭ではあんまり葉っぱは切らない方がいいです。だいぶ幹の形が見えてきて、木の全体像が分かりやすくなってきたと思います。あと切る点で細かいところの注意点ですが、なるべくこの松の芽が外へと向くように枝を残してやった方が後々手入れがしやすいです。いけない切り方というのは、その内側に向いてる芽を残したりすると
どんどん内側に向いてって、もう枝が変な形になってもう戻ってこなくなっちゃうので、なるべく枝は全て外へと向かしてやる方が理想です。これはもうどんな木でも大体同じです。どうしてもそこに芽がない、もうスペースがぽっかり空いてるとかいう場合だけはまあしょうがないしに残してやって、後で針金で矯正してやるとか、そういう方法になってきます。さあだいたい完成いたしましたかね。ちょっと今見た感じてっぺんがちょっと大きいので、今切ってわかるんですけども、ちょっとバッサリいきます。これも最後まで切ってやっとわかることですが、それに伴って長い枝をちょっとこんなもんですかね。だいたい輪郭が整ったかなと思います。あとここの枝の輪郭とか、枝と枝の間の間隔もこれで揃ったかなと。その盆栽の完成形からするとまだまだ荒っぽい状態です。これでも、ここから鉢に上げてそれなりの盆栽になるにはやっぱ最低5年ぐらいはしっかり手入れしてやらないと、ちょっと落ち着いた盆栽というふうにはなっていきません。さらにもう究極までいくと目指すとすると10年は最低かかるかなと。でもまずはここが盆栽のスタートラインというところですかね。今はここで庭木とか植木とか呼ばれる部類ですけども、これを鉢に上げてしっかり盆栽としてきれいにしていくのはこれからもまだまだ時間がかかるという。だから皆さんがその即売場とかで見られてるきれいな盆栽なんかはここを経て、さらに何年も経て、でそこで高額な値段だったりついてるとは思うんですけど、こんだけ手間がかかっていますよということですね。はい、もう切りくずももうたくさんかなりたまりました。こんだけついてましたね。今回のテーマ、盆栽農家としての畑の、剪定作業以上となります。はい、松盆栽生産日本一高松の盆栽へ、北谷養蚕北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。